あの日俺は全ての過去を失った。記憶喪失にでもなったのかって。そんな生優しいものじゃない。文字通り記憶も含めた全てを失ったんだ。かつての俺にいたかもしれない家族、友人、そして敵すらも跡形もなく俺の前から消え去った。街を歩いていてすれ違うような知り合いは俺にはもういない。なくしたものと引き換えに俺は通感覚という能力を手に入れた。この能力を介しドライバーたちとの精神感応を行うことで新型武装 AVG の原価コアを活性化させ、現在との戦いをより有利に進めることができる。この通感覚の能力をアイギスに見込まれ、俺はナビゲーターとして軍務に就くことになった。機体の新人ナビゲーターというわけだ。この能力は決して万能ではない。感覚を共有すれば相手の感じている痛みと現在のもたらす絶望が俺にも直接流れ込んできてしまう。それでもこの能力を得た俺にアイギスは新たな存在価値を見出すようになった。彼らにとって俺こそが現在から自由な空を取り戻すための切り札なのだ。俺は戦う。人類文明を飲み込み融合せんとする現在を倒し、新たな空のもとに未来への軌跡を刻んでいくために。会議の開始まであと5分です。ナビゲーターの皆さん、サイドテーブルエリアに速やかに着席をお願いします。情報官の皆さんは同行のナビゲーターの右側に着席してください。繰り返します。会議の開始まであと5分です。ナビゲーターの皆さん、サイドテーブルエリアに速やかに着席をお願いします。お兄ちゃん、ナビゲーター、どこに座ればいいのかな。あと5分で会議が始まるって、早く着席しないと他の人の迷惑になっちゃう。ギア、本当に大丈夫なのか？ちょっと緊張してるだけだから心配いらないよ。気分が悪くなったらすぐに教えてくれ。くれぐれも無理はするなよ。分かった。無理はしないから。無理はしないか。今の状態がすでに無理をしているんだけどな。ギアの神経系には先天的疾患がある。特に四肢において顕著で、普段は手を頭上に上げることすらできない。症状が増悪すれば手足の力はさらに失われ、無力な昏睡状態に陥る。それでも彼女が会議に参加したいと言い張るから連れてきたのだ。今日は情報官としてのギアが俺と初めて机を並べる日だ。彼女にとっては大切なことなのだろう。いや、ギアは俺にとってもそれが大切なことだと考えているんだろうな。ナビゲーター？ごめん、ちょっと考え事をしていた。繰り返します。会議の開始まであと2分です。まだ着席していないナビゲーター、並びに情報官の皆さん、速やかにサイドテーブルエリアに着席をお願いします。やっぱり
こうするしかないな。お兄ちゃん、みんな見てる。何の音だ？もしかして鳴ったのはギアのお腹なんだろうか。この子は緊張するといつもお腹が反応する。ギアとしてはちょっと恥ずかしいだろうな。だが急がないと会議が始まってしまう。ギアには申し訳ないがこのまま進むしかない。悪い、このまま行くぞ。すみません、道を開けてもらっていいですか？俺の情報官は足が不自由でして。ああ、その子、君の情報官なのか。そういうことなら、どうぞ。ありがとうございます。アイリスよ、永遠の盾であれ。アイリスよ、永遠の盾であれ。ダニューブ支部の皆様、本日はお集まりいただきありがとうございました。まずは九州本部を代表し、先日の作戦における皆様の戦果を称えさせていただきます。ダニューブ支部は敵の攻撃第一波を見事に耐えしのぎ、高等現在の一体、嫉妬の殲滅に成功。他5つの支部の作戦行動がスムーズに展開したのも皆様の検討があればこそでしょう。よって本会議の終了後、ダニューブ支部の全構成員に対し褒章を与えます。また、大きな貢献を果たした者には、6面立ての勲章の授与を予定しています。ねえ、聞き間違いかしら。今、全員に褒章って言ったわよね。しかも6面立ての勲章を授与するなんて普通じゃないよ。
ああ、支部の構成員に6面立ての勲章を授与するなんて前代未聞だ。通常6面立ての勲章は本部のエリートにしか与えられない。支部長クラスですら前例がないのだ。そんな勲章を突然1階の構成員にまで授与すると言われたのだから、みんなが一斉に騒ぎ始めるのも当然だ。ダニューブ支部は今や九州本部に次ぐ地位、アイギスの実質的なナンバー2となった。今回の交渉はそのことを暗に示していると言っていいだろう。インサイドエリアの高官たちも表向き平静を保ってこそいるが、心の中では喜びをかみしめていることだろう。本題に戻りましょう。6大支部のうち4つ、マヤ、インカ、ブルーマウンテン、サハラ各支部の報告によると、我々はすでに敵戦力の 80% を殲滅しています。それだけではありません。精鋭ナビゲーターたちの活躍により、嫉妬を含む4体の高等現在すらも撃破することができました。先日カティア支部で捕獲した貪欲を含めれば、地球上の高等現在は一体残らず無力化されたことになります。つまり5体の高等現在を倒し、奴らのニムビウスを回収できたということかね。その通りです。そうか。ああ、この時を待っていた。ようやく君たちの敵を討つことができたよ。涙をこらえる必要はありません。今こそ長らく押し殺してきた悲しみを解き放つ時でしょう。あなたの涙は我々が人類である証であり誇りです。私は信じています。現在との最終決戦において、そうした人間らしい感情こそが勝利をもたらしてくれるのだと。5体の高等現在から得たニムビウスがあれば、カティア支部のドミネーターを作動させるのに十分なエネルギーが得られます。ついにあの逆愛に匹敵する武装が手に入るのです。もはや臆する必要はありません。感情を押し殺し耐え忍ぶ時は終わったのです。本部を代表し、今ここで皆様に最後の作戦指令を与えます。作戦コードは早急戦線。これが人類の最大にして最後の反撃作戦となるでしょう。悲しみを乗り越え最後の戦いへ赴くのです。全ての悲劇と厄災の根源、逆愛を殲滅するために。さあ共に祈りましょう。アイギスが永遠の盾であらんことを。アイギスよ、永遠の盾であれ。アイギスよ、永遠の盾であれ。アイギスよ、永遠の盾であれ。最大最後の反撃作戦、早急戦線か。俺とギアはずっと前に博士からこの作戦のことを聞かされていた。大量に確保したニムビウスを原核コアに点火し、そこから得られたエネルギーをドミネーターに充填する。そして月の裏側に潜む現在の司令塔、逆愛と転送ゲートを直接攻撃し、敵の兵団戦を徹底的に断ち切るのだ。
失礼。一点質問よろしいでしょうか。早急戦線における我々ダニューブ支部の役割はドミネーターを指定ポイントまで護送することだと聞いています。ですがこの後に及んでもまだ我々はドミネーターがいかなる装置なのかを伝えられていません。これでは兵力の配置計画にも支障をきたすかと。失礼いたしました。情報を秘匿していたのは本部の方針です。ドミネーター開発プロジェクトは最高機密です。その実態についても本部とカティア支部にのみ開示が許されていました。この点に関する詳細は会議終了後文書の形で皆様にお伝えする予定でしたが、ちょうど質問がありましたのでこの場で回答させていただきます。ドミネーターとはカティア支部そのもの、箱舟の艦隊、それ自体なのです。本作戦において我々はカティア支部の箱舟を月軌道まで打ち上げます。軌道上で展開したドミネーターは逆アイへ逆転射レーザーを照射。これを徹底的に消滅させます。なんと。カティア支部の艦隊か。箱舟は1000メートルにも及ぶ超大型母艦だ。それを宇宙に。てっきりドミネーターはカティア支部管轄区のどこかで建造されているものとばかり。まさかカティア支部の艦隊を直接改造していたとはな。カティア支部を月軌道に打ち上げるとおっしゃいましたが、宇宙空間から箱舟を回収する技術など今の人類にはないはずです。その通りです。しかしカティア支部の箱舟が作られたのはそもそも現在を滅ぼすためではありませんか。いえ、カティア支部に限りません。7大箱舟は皆そのためにこそ存在するのです。現在を、そして逆愛を徹底的に殲滅できるのなら7隻の箱舟全てを犠牲にしても惜しくはありません。無論作戦決行に際してはカティア支部のスタッフは全員避難させます。その点はご安心ください。本作戦は全てステファニー博士自らの遠隔操作によって進行いたします。博士による遠隔操作だと。確かにそれなら不確定要素の多くを排除できるとは思うが。しかし箱舟はあの大きさだ。月軌道に乗せたところですぐに発見されてしまうのではないかね。その点もご安心ください。改造が完了すればカティア支部の箱舟は嫉妬のニムビウスを活用した認知妨害フィールドを展開可能になります。現在はフィールド内の存在を感知することができません。これは度重なる実験によりすでに実証されています。では他に何か質問はありますか。もう一点いいだろうか。そうだな。本日の会議はこれにて終了いたします。皆様、順番にご退出ください。ギア、先に帰ってるんだ。お兄ちゃんは一緒に帰らないの？あ、ちょっと用事がある。そうなんだ。ごめんな。用が済んだらすぐ帰るから。平気。待ってるから。俺がこれまで頑張ってこれたのは
ギアがいてくれたおかげだ。戦場から戻るときはいつだって体は疲れきり心は壊れそうになっている。そんな俺に声をかけて疲れを癒してくれるのはお前しかいないよ。そんなことないよ。私、お兄ちゃんに頼ってばかりだもん。いつもお兄ちゃんが助けてくれるから甘えちゃって。助けてるか俺にできることなんて。どうしたの？私、何か変なこと言ったかな？いや、頼ってるのはお互い様って言いたかったのさ。これからは情報処理の仕事はギアに任せるからな。頼んだぞ。大丈夫だよ。安心して。そうだ、暇があったら後で料理を教えてくれないか？お兄ちゃんも料理を覚えたいの？ああ、戦争が終わったら他にもいろいろギアに教えてもらいたいな。私が教えるお兄ちゃんに？わかった。私に任せて。じゃあ、先に帰ってるね。私も今日中に整理したい資料が残ってるから、晩ご飯は家で一緒に食べようね。忘れちゃダメだよ。あ、すぐ帰るよ。そろそろ来る頃だが。もしもし、聞こえる？聞こえます、博士。今度は本部からの新しい命令ですか？代理人の説明はさっきあなたも聞いたよね。今回の作戦内容はカティア支部を月の軌道へ打ち上げること。ええ、俺たちの任務はカティア支部を無事に発射地点まで護送することだと聞いています。それ以外に何かあるんですか？わざわざ会議の後に俺を呼び出したってことは別の仕事があるんですね。正直に言うね。あなたの任務は護送だけじゃない。それどころかこの作戦の可否はあなたにかかっていると言っていい。どういう意味ですか？逆転者レーザーには目標の座標をピンポイントで指定する必要があるんだ。だけど私たちには遠く離れた地球から逆愛の本体を見つける手段がない。それでもこの作戦に敵の座標は欠かせないんだ。火力を一点に集中させなければ逆愛の障壁を破ることはできないから。そこであなたの共感能力、通感覚を用いた照準システムで彼女をロックオンする。言い換えるなら、あなたは逆愛と強く感応しなくてはならない。あなたが逆愛の位置を特定し次第、私の操作でドミネーターを起動する。
念のためあなたにもコントローラーを預けておくけどね。逆愛と強く感応する。近距離で奴に接触しろということですか？うん、そういうこと。だから月に行ってもらえる？ごめん。私もこんなことをさせたくないんだけど、上層部の決定でね。一応いいニュースもあるよ。事前探査によって逆愛の存在する地域が人類の生存に適した環境へ改造されていることが分かった。少なくともそこで戦う際には真空や重力の影響を考えなくてもいいってこと。月の環境を改造。彼女はなぜそんなことを？まだわからない。環境を変えたところで彼女にメリットはなさそうだけど。わかりました。とにかく目的地では地球と同じように行動できるということですね。養母からの依頼を断ることはできない。これは俺が意識を取り戻して以来幾度も釘を刺されてきたことだ。もし一度でも逆らったら俺とギアはアイギスにおける存在意義を失うことになる。そうそう、これまでと同じくあなたの任務はごく少数の人間にしか知らされていない。だから月に向かう時は内密にことを運ばなくちゃね。カティア支部の箱舟に乗るんじゃないんですか？無理に決まってるでしょ。その時にはもう箱舟は単なる武器になってるんだから。人類が宇宙で生きていくための環境を提供することはできない。あなたゲートを覚えてる？ええ、もちろん。カティア支部にある転送装置のことでしょ？そう、あなただけが使える装置。ようやく役に立つ時が来たってわけ。全部計画済みだったってことですか？うん、でも運命的でしょ。ただゲートの転送量には制限があるから、今回あなたに同行できる戦闘要員は限られてる。逆愛と正面からぶつかるような行為は避けること。いいね？はい。俺たちが逆転車レーザーの照射に巻き込まれる可能性は？ないよ。逆転車レーザーは照射対象だけを破壊する。でもむやみに戦うのはおすすめしないね。そもそもこの作戦には不確定要素が多すぎるから。他に質問は？作戦時の編成はどのように？あなたもおなじみのダニューブ特別連合部隊だよ。無人機部隊を出すことはできませんか？通感覚を使えば俺にもコントロールできるはずですが。彼女たちは志願したんだよ。なんですって？本部の提示した条件に彼女たちは全員合意した。しかしここはまたあの夢か。